街歩きの秋です。横浜だけど横浜じゃない。日本に3つの激安ドヤ街、公園脇に風俗店、飯屋の前にラブホテル、フォー、ビール、餃子、商店街と昭和の奇跡。それでは行ってみよう。横浜は日の出町に到着。4月も下旬になって過ごしやすくなってきたね。ここが日の出町の改札。結構こじんまりとしてる。今工事をしてるのか、この出入り口のところはね結構狭くなってるね。表通りに移動。結構人がいて賑わってる感じ。前情報では結構ね昭和の街とかそういうね古びた街みたいなイメージがあるんだけれども、意外と駅前はそうでもないね。こういったレンガ造りのものがあるのがなんか横浜っぽいね。赤レンガ倉庫もあるしね。表通りにもかかわらず結構いかがわしい系の店の看板が見えてる。こういった街の看板を見るだけで昔この辺りが歓楽街だったんだなってのがなんか伝わるよね。ちょっと一本ね路地を入ろうとするとこういったお店の看板があったり、純喫茶かな、バーか、おしゃれな雰囲気のお店もあるね。駅から少し歩いたところに野毛小路っていう商店街があるね。結構ねお客さんにぎわってるよ。寂れた商店街っていう雰囲気じゃないね。ただ面白いのが、立ちながらご飯を食べるお店の向かい側になんとラブホがあるっていうね。これいいの？このお店の配置すごいね。ご飯屋さんを探してたらすごい一つの建物にスナックとか居酒屋とかが所狭しとね並んでいる通りがありますね。なんだろう、飲食街って書いてあるね。今も営業してんのかな。でも見た感じ結構綺麗だからまだ営業してるっぽいね。そして少し歩けばすぐ目に入ってくるのがラブホテル。ここのエリアのラブホテル率高くないか。で、この建物街の反対側はこんな感じ。川沿いになってるから下はコンクリートになっていて、上にね建物1階2階と続いてるね。ここはアーケードになってる商店街だね。これ上両方ともねアーケードになってるね。そして右を見たらまたかがわしいお店。すごいね。このエリア一体そうなんだね。全部そうなんだね。で、そろそろお腹が空いたので、ここのベトナム料理屋さんがね美味しいらしいんで、ここで食べようかなと思います。ランチはセットメニューがあるみたい。基本1000円ぐらい、1100円ぐらいで意外とリーズナブル。単品でも牛肉フォーとか鶏肉フォーがあったり、ベトナムといえばバインミーもあるね。基本的なベトナム料理はいろいろ食べれそうなお店だね。せっかくなんで今回はセットメニューから牛肉のフォーセットを注文しようと思います。そしてお酒もあるんで、これもベトナムのお酒サイゴンをもらおうかなと思います。ということでサイゴンビールが来たんで注ぎたいと思います。うまそう。めっちゃ泡だくなっちゃった。東南アジア特有の軽くてすっきりとした喉越しでめちゃくちゃうまい。ということで来ました。牛肉のフォー美味しそう。パクチーいっぱいあっていいね。そして生春巻きが2つ、黄色いジュース、そして味変用のレモンです。ここのフォーかなり美味しいぞ。昔ベトナムで食べたフォーの味とすんごい似てる。やっぱりこの辺りで働くベトナム人のために、そのベトナム料理屋さんが作られたっていうね背景があるらしくて、本場の味をねしっかりと再現してますね。めちゃくちゃ美味しいです。で、この牛肉も、半分火が通ってない感じなんだけども、そのミディアムレア感がねまた美味しくていいね。続いてこの生春巻きもいただき。
生春巻きもめちゃくちゃ美味しい。このねライスペーパー、この皮がねすごく薄くて、で中にねこのエビが入ってるよね。ほらこんな感じでエビが入ってて、でちょっと辛みのあるこのソースにつけて食べます。これが美味しいね。お店の雰囲気はこんな感じ。周りのお客さんはほとんどがベトナム人です。ベトナムに来たような雰囲気を味わうことができます。ということでごちそうさまでした。ランチセットとビールで1627円。かなり安かったね。そして美味しかった。そして店を出たら左右にまたたくさんあるのがいかがわしいお店たち。このエリアはほんとすごいね。欲望に満ち溢れた街だね。どこ歩いてもそういうお店があるわ。そしてそんな欲望にあふれた街だけども、そのすぐ横にはちっちゃな子供たちが遊ぶ公園がある。この子供たちはあのいかがわしい看板を毎日目にしながら生活をしてるんだね。どうなんだろうなそれさっきのベトナム料理屋さんの中でも少し話したかもしれないんだけれども、ここら辺に東南アジア系のご飯屋さんが多いのは、昔戦後区画整理がね行われたらしくて、なんか露店とかね、そういったいろんなねお店がねこのエリアになんか密集させられたらしいんだって。で風俗街とかもこの辺に、この辺りに密集させられたことによって、でその風俗店で外国人がいっぱい働いていて、でその外国人のために現地のご飯が食べれるように、ベトナム料理屋さんとか中華料理屋さんとかそういう店がねいっぱいオープンしたらしいですね。だからこれ戦後の区画整理によってこういう街が作られてるっていうね、そういう歴史的背景があるらしいですね。この辺りって野毛っていうみたいなんだけども、野毛っておでんが有名なんだ。1913年って書いてあるね。その頃らへんに、要は関東大震災とかその頃らへんにそのおでんの屋台がねでき始めて今に至るっていう歴史があるらしいですね。歴史が長い。そして街を歩いているとちょくちょく見かけるアーティスティックな壁画。結構ね、こういうのがあると街の雰囲気もなんかちょっとレトロでおしゃれな感じなのかなっていうね雰囲気になるよね。ここが伊勢崎町の商店街になります。鯉のぼりがかかっていてめちゃくちゃ明るい雰囲気。まさかこの一本裏通りにはいかがわしいお店がね軒を連ねてるなんてわかんないよね。すごいところに作られたもんだよほんと。そしてここにあるのがカトレアプラザ。なんとこのカトレアプラザ、昔ゆずがデビューする前に路上ライブをしていた場所らしいですね。ここが始まってゆずの桜木町とか栄光の架け橋とかああいった名曲が作られたんだねって考えるとエモいね。お、なんだなんかやってるぞ。大道芸かな。そう決まった。ありがとうございます。お猿の大道芸だ。最強逆立ち3、2、1、そう頑張った。面白いね。ちょうど終わるタイミングだったわ。ピアノのモニュメントがあるなと思ったら、これなんと伊勢崎町ブルース歌碑らしいですね。歌の筆跡の碑と書いて歌碑と読むみたいですね。これがボタンを押したら曲弾けるらしいんで、ボタンを押してみようか。これか、有名な曲じゃん。これが商店街やるっていいね。みんなこれを聞いて育っていくんだね。この商店街、表通りはすごく綺麗に作られてるんだけれども、
一本ね横の路地に入っていくとだんだん雰囲気が変わってくるんだよね。このインターネット個室のお店があったり、右側にはもう中華料理とかベトナム料理とか飲み屋さん街、そしてこの正面にはコリアンタウン福富町国際通りがあります。さっき僕がランチを食べたベトナム料理屋さんはこのコリアンタウンの中にあります。このエリアに一歩足を踏み入れるともう街の雰囲気が全然違うんだよね。そもそもなんか日本語の表記の割合が高いっちゃ高いんだけども、表通りと比べてむちゃくちゃ低くなります。特に韓国語、中国語、あとベトナム語、この3カ国が多いかな。そしてそのコリアンタウンの中でもまた別のね路地に入っていくといかがわしいお店たちがたくさんの気を連ねてますね。なぜかこの駐車場とかにはね黒塗りのベンツとか、ここにあるのは白だけども黒塗りのベンツがたくさんある。一体これは何なのかちょっと怖いね。ただ週末であってもまだね時間は2時4分、まだまだね日が明るいのでお店はねそんなにオープンはしてないですね。はい、またこの大岡川に戻ってきました。大岡川を隔てて左側がいかがわしいお店がたくさんあるエリアで、右側がね結構綺麗に整備がされてるらしいので、次はねこの右側のエリアの方に行ってみようかなと思います。この右側線路があって高架になってるんだけども、この高架下がすごくねおしゃれな雰囲気になってるらしいんで見てみようかなと思います。これも多分なんかデザイナーさんが作ったやつだよね。ほら説明が書いてますね。サイト A ギャラリーって書いてあるから、多分ここの通り中が全部なんかギャラリーになってるんじゃないかな。外から見えたわ。すごい個展みたいになってるね。作品がいろいろと掲示されてます。ゴミ箱がアーティスティックにデザインされていたり、一瞬人かなって思ったけどもこれも絵だったりね。本来高架下って騒音がすごくうるさくて意味嫌われるような場所なんだけども、そこにアートが共存をしていてすごく街に馴染んでるね。すごいこれ面白い宣言が書いてあるね。自立宣言。私たちは過去10年間違法飲食店撲滅のために地域住民一体となり安全で安心で暮らせる普通の街を目指して活動してきましたっていうね。10年前までは普通の街じゃなかったんだね。こっちに書いてるけども、もともとその風俗店で働く女性が昼夜を問わず刺激的な衣装で店の前に立ち、地域の風紀が乱れている。近隣小学校の通学路上にも店舗があるので結構大変になったよってことが書いてるね。そっか、やっぱりここで暮らす人からしたらそうだよね。大変だよね。おそらくそういうこともあって小金町の人たちはすごく地元愛が強いのかもしれないね。自分たちの力で自分たちの町の平穏を勝ち取った。今後もそれを継続していこうっていうね強い思いを持ってるのかもしれないね。今までこの街を歩いてきて横浜っていうね感じは全くしなかったけども、これなんかカヌーサップのボードがねたくさん置いてあるエリアを見て、やっぱりここって横浜、海沿いの近くの横浜なんだっていうね思いになりました。すごいこんなのができるんだね。そう、桜が綺麗、いいね。ってことでここまで横浜市の中でも福富町と小金町っていうねエリアに来たんだけれども、ここからねもう少し足を伸ばしていくと寿町っていうねドヤ街があるらしいんで、そのね様子も見ていこうかなと思います。今寿町の方に向かっているんだけれども、駐車場の自販機の裏で立ち小便してる人がいて結構ねカオスな感じだね。ってことでちょっと足を伸ばして中華街に来ました。本来のね目的であった寿町のドヤ街から徒歩3分のところにあるめちゃくちゃね近いエリアにあるんですよね。いろんなお店を見た感じ、この台湾料理屋さんのダージーパイが結構人気そうなんで、これをね食べてみようと思います。
大豆一杯の塩コショウ味一つお願いします。600円。はーい。塩コショウ21番。21番。ちょっと待ってください。はーい。番号札をもらって待つスタイルみたいですね。僕は21番です。ということでもらいました。めっちゃでかい。顔と同じぐらいのサイズだと思う。じゃあいただきます。サクサク。鶏肉が薄く広げられていて、でそれをねサクッと揚げているような食べ物だね。多分ね、鶏胸肉の、1枚分ぐらいの量があるんじゃないかな。結構ボリューミー。ごちそうさまでした。はい、ってことでさっきの中華街から寿町ドヤ街の方に戻ってきました。戻ってきてすぐに目に入ったのがすごい宿泊が4500円から、多分これはねラブホだと思うけどね。宿泊4500円安いね。普通に考えてね、都内だったら普通に1万数千するからね。さあここら辺だね。すごい春日荘ってのがあるけども、1泊なんと2200円かっこ1泊1700円。どっちなんだろうね。安いね。こっちは1泊1700円で冷蔵庫、テレビ、エアコンとか Wi-Fi も無料だよって書いてあるね。結構設備が揃ってるね。ってな感じで、なんちゃら荘っていう宿泊施設がここら辺にたくさんあって、1泊2000円以下で泊まれるみたいですね。それはこの辺りはね、日雇い労働者の方がたくさんいらっしゃって、その方々が毎日毎日の食いぶちをつないで日々生活をしている場所なんだね。自動販売機も基本は100円。この辺りはいっぱい人が集まってるね。みんなお昼からワンカップを片手にお酒飲んでるね。働いてないんかな。今日土曜日だからね。ここは一泊すごい1500円からだ。うおー、レトロな建物だね。ほら、作業員募集1日1万円、昼ご飯これ AI で作ってるよね。すごい、こういう張り紙も AI で今作られてるんだ。へえ。思ったけどこの辺りね、おおすごい、カラオケ歌ってるわ。すごい、ここの自販機80円からある。大阪の西成でもこんくらいの価格帯あったよね。すごいね。で後編には有刺鉄線かわかんないけど、なんかすごい粗悪なジャングルジムが作られている。これを使ってなんか運動でもすんのかな。あ、コインランドリーも結構充実してるんだね。結構さっきからたくさん見るわ。やっぱそのホテルでコインランドリーがあるわけじゃないから、そのホテルの併設しているところとか、コインランドリー専門店みたいなものがあって、そこで洋服をきれいにするんだね。なるほどね。ここはいくらなんだろう。一泊書いてないけど6畳のお部屋があるね。結構大きいんじゃない？広いんじゃない？飲食店が何店舗か軒を連ねてるね。すごいたくさん。結構奥にもあるんだ。へえ。何屋さんなんだろう。何屋さんかしたらわかんないけど、現金のみって書いてあるね。地元の方はよく使われるのかな。こういう居酒屋さんもあるんだ、奥に。こうやって自販機あるね。すごい、めっちゃゴミ捨ててある。ここはすごい、一泊1700円、生活保護一般問わずってことで誰でも住めるんだね。ここの人たちは。こ
このマンションには誰でも住めるんだね。ここも1泊1700円。これが今の日本のもう一つのリアルですね。ちょっと休憩して日が暮れたので、もう一度散策に行きます。お昼に来た公園、夜に来てみるとあのネオンと看板がより際立つね。公園の横にある風俗店、ちょっとこの配置はやばいね教育上まずいね。そしてお昼にサクッと通ったこのお店たち、ここねハーモニカ横丁っていうらしいんだけどね、夜に来てみると営業してることがわかるね。そして正面の方に来てみるとちゃんとね営業してることがよくわかるね。結構お客さんも入ってる感じ、人通りも結構あるね。しかもお店街もいるみたい、相当人気なんだね。そしてこのハーモニカ横丁を抜けてまっすぐ見ていくと、横浜のコスモタワーかコスモスクエアだっけ、遊園地の観覧車が見えるね。こんな感じでね、横浜の表の顔とこちらの裏の顔が表裏一体へ存在している。この街は面白いね。駅ビルの地下に飲食店街があって、かなりね盛り上がってたんですけど、ここなら多分入れそうな雰囲気があるんで、ここ入ってみようかなと思います。横浜飯店、店の雰囲気もすごいなんか下町のね、町中華屋さんみたいな感じで賑わっててすんごくいいね。ってことでこちらがメニュー、生ビールと餃子がうまそうだ。焼き餃子を6個と、あとね春巻きが好きなんで春巻き3本を注文しようかなと思います。あとね冷ややっこだね、冷ややっこも注文します。まずは冷ややっこが到着。これザーサイ乗ってんのかな、うまそう。醤油をかけて、続いて餃子が来ました。1枚に皮がつながっててうまそうだね。冷ややっこはうまいし餃子も美味しい。そして最後に来たのがエビプリプリ春巻き3本入り。春巻きの中にエビがゴロゴロ入ってる。これねめっちゃ熱いんだけどめっちゃうまい。いや頼んで正解だったわこれ。ってことでビールを飲み干してごちそうさまでした。ということで今回はここまで。次回は西川口の街を歩きます。ってことで最後は桜木町駅からチャンネル登録よろしくね。バイバイ。